ターのずんだもんなのだ。今日は中央アフリカ共和国に注目してニュースを3本まとめて紹介するのだ。まず豆知識なのだ。中央アフリカ共和国は1976年から1979年の約3年間だけ国名が中央アフリカ帝国になっていたことがあるのだ。それじゃあ早速一押しニュースからいくのだ。2つ目のニュース、赤道ギニア女性が政府トップになのだ。中央アフリカ共和国はアフリカ中央部の内陸国で首都はバンギなのだ。かつてフランスの植民地で1960年に独立し、その後クーデターや武装勢力との対立が続く大統領制なのだ。人口は約500万ほどで、農業が中心だがダイヤや金など工業も重要なのだ。サンゴ漁を始めたような民族文化があり、現在は治安改善や人道支援、和平プロセスが注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。中央アフリカ特別裁判所が賠償問題に直面という記事なのだ。中央アフリカ共和国の首都バンギにある国連支援の特別刑事裁判所 CPS が初の有罪判決となった武装集団 3R の3人に対する被害者への賠償をどう実現するかで行き詰まっているのだ。2019年5月にクンジリとレムナ村で起きた殺害やレイプの被害者約40人は総額約13億8000万 CFA フラン、約210万ユーロの賠償を求めているのだ。しかし加害者は無視力で、国家も国連のパートナーも法的責任を負う資金源を用意しておらず、賠償の法的枠組みも不十分なため、裁判所は集団的、象徴的賠償や国際的な被害者基金の活用を模索しているのだ。2つ目のニュースなのだ。赤道ギニア、女性が政府トップにという記事なのだ。赤道ギニアで女性のマヌエラ・ロカ・ボテイさんが初めて首相に任命されたのだ。任命したのは1979年から権力を握るテオドロ・オビアン大統領なのだ。ボテイさんは国立大学の文学・社会科学部の副学部長で、2020年から教育などを担当する閣僚だったのだ。前任の首相オバマ・アスエ氏は約8年務めたのだ。副大統領で大統領の息子テオドリン氏は、これは男女平等への取り組みの証拠だと強調しているのだ。一方で、この国の政権は人権侵害や汚職で国際的に批判されているのだ。3つ目のニュースなのだ。チャド、軍、違法な即決処刑で非難されるという記事なのだ。2023年2月、チャドの人権団体、チャド人権連盟が声明を出したのだ。場所はチャドコのバカロム村で、少なくとも民間人11人がチャド軍により違法に処刑されたと非難しているのだ。その中には自警団メンバー4人も含まれ、17日間軍のキャンプで拷問された後、絞首刑にされたと主張しているのだ。団体は行為の軍人が命令したとし、テロ対策を口実に軍や治安部隊が住民に違法行為を繰り返していると批判。政府に独立した公正な調査と刑事訴追を求めているが、政府はまだ事実を認めても否定もしていないのだ。ずんだもんなのだ。賠償や人権問題、女性登用の動きに注目し、対話と公正な調査、国際支援で安定と正義を目指すべきなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はも
もっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。